understand を understand と言っても違和感を感じないことが問題なんです。Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。よく発音というと皆さん口の動きをどうするかっていうのを気にされると思うんですけれども、こと英語の母音に関しては口の動きよりももっとはるかに大事なことがあるという話をします。今日は亜形母音シリーズ第4回です。よく英語にはあに当たる音がいくつもあると言いますけど、実際に日本人がよく混乱するのはこの2つだけなので、今日はこの2つの発音記号の話だけをします。しかも実は音はどちらも発音できる人が多いんですよ。日本人にとって難しい音では全くないんです。だから問題は発音できるかどうかじゃないんですよ。大事なのは音声学的に言うと、この2つを違う音素として見てるかどうかなんです。じゃあ違う音素って一体どういうことなのかっていうのを今日は分かりやすく説明します。まず、発音の仕方は別な動画で詳しくやってるので、概要欄にリンクを貼ってあるので、そちらを見ていただけたらと思います。簡単に言うと、こちらは簡単で、日本語のあで通じます。こちらの方が皆さんよく間違えるんですけれども、アメリカ英語では air で通じます。だからこの音そのものを発音することは日本人は結構できるんですよね。じゃあ、問題は何かっていうと、例えば有名な apple だと、apple でちゃんとこの音を発音するのに、例えば bath っていう単語。これは本当はこの air の記号ですよね。だけど th に気を取られちゃって bath って発音しちゃったりとか、あと長い単語ですね。例えば understand を understand で発音しちゃったりとかですね。つまり本当は air なのに a と発音してしまうのが非常に多いんです。一方で、例えば成績が A プラスっていう時に、本当は A プラスなのに A プラスって言っちゃったりとか、あとガムをもっと英語っぽくしなきゃと思って gam って発音しちゃったりとかですね。つまり本当は a なのに air と発音しちゃったりしますよね。しかもよく同じ人が両方やるんですよね。air と a を逆にしちゃうんですよ。しかも同じ人がある時は bath ある時は bath って言って一貫してなかったりもしますよね。しかもそれに自分で気づいてないかもしれません。これなんでかっていうと、理由の一つは、これもこれもどっちもあの変種だと思ってるということなんですよね。音声学用語で言うと、同じ音素の自由イオンだと捉えてしまってるということなんです。自由イオンっていうのはどういうことかっていうと、例えば、日本語のラーメンをラーメンってトリルの巻き舌のラ行にしたら、明らかに聞いた感じは違いますよね。ラーメン、ラーメン。でも単語の意味は変わらないじゃないですか。ラでもラでも同じラのバリエーションみたいなイメージですよね。音の違いはわかるけど同じ子音だという認識です。音声学的に言うと同じ R という音素のラとラっていう自由イオンというわけです。音的にはどっちを使っても別な単語になるわけではないということです。これがラーメンとかワーメンって言ったらもう違う子音になっちゃうわけですよね。もうラーメンじゃなくてなんか別な単語になっちゃうわけですよ。だけどラーメンとラーメンだと音は違うけどあくまで同じ子音の範囲内ですよね。英語の air と a もおそらく多くの日本人は同じあのバリエーションみたいに捉えてると思うんですよね。僕もそうだったんですよ。例えばこれを apple と言っても apple と言ってももしかしたらあまり違和感がないんじゃないかと思うんですよね。apple。発音が違うことはわかるけど、どちらも同じ単語に聞こえちゃったりしませんか？ apple。これが apple とか upple とかになると、もうリンゴには聞こえないですよね。何か別な単語になっちゃった感じがするわけです。これはどういうことかというと、e とか u だと違う母音音素に聞こえるけど、でも air と a だと音声的には違うけど同じ母音音素だと思ってしまってるんですよね。それがまずいんですよ。同じように bath、understand、understand 音が違うのはわかるけど同じ単語に聞こえちゃう方が多いと思うんですよね。でもこれが bath、beef、booth とか understand、understood とかだったらもう明らかに違和感があるわけじゃないですか。同じように air と a も日本語で言うとあといとかね、うとえが違うのと同じように全く違う母音だと認識しないといけないということです。じゃあなんで apple、bath、understand でも違和感を感じなくなってしまったのかというと、やっぱり一番大きな理由はカタカナ英語で apple、bath、understand ってあにしちゃってることですよね。あともう一つ大きな理由は日本語のローマ字のルールだと綴りの A をあと読むから英語もローマ字読みしてしまうことですよね。
これは英語のフォニックスをやると解決します。フォニックスと英語の音の一覧表に関しては、僕の教材で基礎から徹底的にやってますので、もしよかったら概要欄のリンク覗いてみてやってください。じゃあ、どうしたらいいかというと、ア形母音という考え方を捨てることです。ア形母音は、これ一択。アの系列は英語ではこれ一つだけです。それで、こっちの母音は日本語のエアに当たるんですよ。エア。この発音記号が、これはあえですけど、でも逆にしたらエアですよね。この発音記号のビジュアルからエアっていう二重母音に結びつけるのは難しくないと思うんですよ。それで日本語ではエアとアは全く違う音だから混乱しようがないですよね。日本語ですでに区別されてる音だからそれを外国語で使っても混乱しないんですよ。だからこれらはカタカナ英語に変換するにしてもエアップル、ベアス、アンダーステアンドっていう風に変換すれば混乱しないわけですよ。日本語でどちらもあに当たるものと考えちゃうと混乱しちゃうから、日本語でエアとあっていう2つの違う音に当てはめて考えれば混乱しようがないんです。What's really important is using the Japanese counterparts of foreign sounds as much as possible. For example, if you think both English a and correspond to the Japanese a, then you'll naturally get confused. But if you think of them as a and then there's no confusion at all. この動画が少しでも役に立つと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。